前回の動画では在庫管理の基本として在庫を持つことのメリット、デメリットを解説しました。この動画では適正在庫を目指した具体的な対応として材料、仕掛かり品、完成品のどの段階で在庫を持てばいいのかについて解説していきます。早速ですが事例で解説していきます。今、金属材料を鍛造し、その後、切削加工を行い、最後に組み立て工程を行うことで製品を完成し、納品するものとします。在庫を材料の状態で持つべきなのか、完成品の状態で持つべきなのか、または途中の仕掛かり品の状態で持つべきなのかについて、どのように考えていけばいいのでしょうか。いろいろな考え方があるとは思いますが、ここではまずリードタイムに注目してみましょう。この事例の工程では、材料から鍛造を行うのに2日、鍛造品を切削加工するのに3日、組み立て工程に2日の生産リードタイムがそれぞれ必要だとします。また、顧客への納品にかかる納入リードタイムは1日とします。今、仮に顧客に1ヶ月後までに製品が欲しいと言われたら、在庫は材料の状態で持っていても十分生産と納品に時間は余裕があります。もし顧客に1週間後までに製品が欲しいと言われていれば、材料の状態から加工していたら納期に間に合わないので、鍛造在庫を持つ必要が出てきます。また、もし顧客に5日後までに製品が欲しいと言われているのであれば、鍛造の状態から加工しても納期に間に合わないので、切削加工した後の状態で在庫を持つ必要が出てきます。また、もし顧客にあさってまでに欲しいと言われるのであれば、組み立てまで終わった完成品在庫として在庫を持っておく必要があります。このようにリードタイムと受注から納期までの期間のバランスによって見込み生産と受注生産を切り替えるポイントが変わってきます。つまりリードタイムと受注から納期までの期間を比較した際にリードタイムの方が短ければ短いほど、つまりすぐに生産が可能であるほど生産に余裕が生まれ、在庫は材料などの上流工程で持てることになります。一方、リードタイムの方が大きく、生産に余裕がないと、在庫は完成品の状態など、下流工程で持つ必要があります。材料などの上流工程で在庫を持つメリットとしましては、在庫負担が比較的少なくなることが挙げられます。一方、デメリットとしては、顧客の急な注文に応えにくくなるなど、顧客への臨機応変な対応がしにくいということが挙げられます。一方、完成品などの下流工程で在庫を持つメリットとしましては、顧客からの急な注文にもすぐに応えられるなど、顧客への臨機応変な対応がしやすいことが挙げられます。一方、デメリットとしましては、在庫負担が比較的大きくなりがちといったことが挙げられます。材料なのか、完成品なのか、それとも仕掛かり品なのか、どこで在庫を持つべきかにつきまして、気になる方も多いと思います。しかし、こう言っては身も蓋もないように聞こえるかもしれませんが、どこで在庫を持つべきかについては、一般的な正解はなく、会社のビジネスモデルや戦略によります。例えば、需要の変動が激しい製品を取り扱っている会社では、なるべく在庫を持たず、都度の受注に合わせて生産することを方針に掲げているかもしれませんし、競合との競争が激しい業界にいる会社では、あえて完成品在庫を多く持つことで、販売の機会損失をなくし、顧客満足を最大化することで、リピート客になってもらうということを方針に掲げているかもしれません。製品ごとにどの段階で在庫を持っていればいいのかは変わります。考慮すべき事項の例としては、
生産リードタイムはどれほどか、受注から納期までの日数はどれほどか、顧客から正確な内示情報はもらえるのか、材料は多くの製品に流用できるか、材料の価格変動は大きいのかなどが挙げられます。これらのことを総合判断した上で、最終的にどの段階で在庫を持てばいいのかを決定することが重要となります。前回の動画では、在庫を持つメリットとデメリットについてそれぞれ解説しました。これらのことを総合的に考慮して決定していきます。このように、在庫管理とは本来、非常に広い知見や視野が求められるものとなります。また、在庫は多すぎても少なすぎてもいけなく、バランスも必要です。在庫管理を極めるということは、経営人材に近づくためにも非常に役立つことだと思います。本動画の解説はここまでとなります。材料、仕掛かり品、完成品のどの段階で在庫を持つべきなのか、いわば理想的な状態のことを考えてきました。次の動画では、部材ごとの在庫金額及び在庫回転期間による一覧表を作成することで、自社の在庫状況の現状把握を行う方法を解説します。次の動画もぜひご覧ください。